滋賀県東近江市。繊維産業が盛んなこの地で、北川さんは37歳の時、父の会社を引き継いだ。百貨店で生活をされるっていうか、買い物をされる方が買えるパジャマですから、普通の量販店が1000円2000円なら、百貨店はもう当時で8000円とか1万円近くはしてましたね。そういうところに出す商品ですから、もう針数まで決まってて、糸調子が悪ければもうそれもダメとかね、非常にここまで求めるかっていうぐらいの品質を求められましたね。そんな北川さんに転機が訪れたのは2008年。リーマンショックによる世界的不況で、パジャマの委託生産量が激変した。こんな小さなところにまで影響が出て、仕事の確保が難しくなりましたね。百貨店が極端に売り上げが下がった、もう作っても売れない。当時は加工で仕事をして請負でやってましたから、仕事が確保できないと工場が止まる。今までパジャマを作ってたのを全然違うアウターの仕事を回してもらったり、全然畑違いのね、車のシートカバーみたいのをやってみたり、採算は全然合わなくなりますから、でも職人さんらにちょっと手を抜いてということは、もう絶対今までやってきたことが一気に崩れ去るのでね、やっぱりその今までの手でやっぱりやるわけですから、満足してもらうものをあげるのも採算は全然合わない。もうそれの繰り返しがやっぱり1年か2年ぐらい続きましたかね。もちろん会社は欠損になる、個人の少しの蓄えも入れる、それでも合わない、もうないっていうところまで行きましたからね。頭をよぎるのは倒産廃業のことばかり。眠れない日々が続いたという。目が覚めると寝られなかったり、ちょっといらなことを考えてみたりはありますけどね。やっぱりこう何十年やってきたことがこのところでなくなるとは思ってなかった。なんとかなるっていうのは自分の中にはありましたね。でネットで調べると、楽天のショップとかが出てきて、でもちろんそこにもね、その高いパジャマを売られてるそこにも電話して「うちパジャマ作れるんですけど仕事回してもらえませんか?」って言ったんですよ。もちろん十分間に合ってますっていうことでしたけどね。でそういうことがこういくつか繰り返してて、ひょっとして売れるのかな。この業界っていうのは買い取りっていうのが少ないもんですから、百貨店でも。だから作って返品作って返品みたいなことになるから、もう体力勝負的なところもあって、でもネットがあるっていう話はしましたね。親父には反対されましたね。とんでもないとこの業界の今までのセオリーとしてね、工場は工場、営業は営業、販売は販売っていうところがあったもんですから、それをやるとほとんど失敗すると。製造販売への挑戦を決断した北川さん。藁をもすがる思いで楽天京都支社に飛び込んだ。担当の方とちょっといろいろ相談させてもらったかな。で若い女性で、多分その彼女はね、学卒の 2,3 年目ぐらい違うかな、親切にやりましょうみたいなところで、もともとが百貨店向きとかをしてたし、いいものを作るっていう手がせっかくあるので、ネットで物を見ずに1万円とかいうパジャマが売れますかっていうのをその女性に聞きましたね。そしたらね、ネットで売れないものはないっていうのと、もう一つはところてん屋を紹介されました。伊豆がっぱさんを。これが売れるって言われて、私帰ってパジャマも売れるかもわからんなって言いながらね。ネットの販売のノウハウもわからないし、結構彼女にいろいろ相談をしましたね。いくらで売ろうかみたいな。値付けの仕方とかセールのやり方、あるいはページの不足のところみたいなのを結構事細かく指導はいただきましたね。京都の中でも本当に一生懸命やって、ほとんど毎日ぐらい電話をくれましたね。どうですかなんて。敬老の日に
北川さんとこのパジャマをおばあちゃんに送りましたなんてね、彼女のお給料からきっと高いと思うんですよね。1万円しますから、でもそれぐらいやっぱり一生懸命やってくれたので、彼女の頑張りに応えるみたいなところも一部私の中にあって、こう引っ張り上げてくれたっていうか、やる気を持ち上げてくれたっていうのもあって、娘以下ぐらいの年齢ですけど、でも本当に真剣さが伝わったので、それに応えていくうちに、徐々に伸びてきたみたいなところがあって、本当に彼女のおかげですね、それはね。ものづくりをすると、同じものでもその人の人柄が出るんですね。そこにどれだけ思いを込められるか、そこのところっていうのは今までもそうですけど、これからも大事にしたい。お客さんにそのことが伝わり喜んでもらった時、これがやっぱり一番嬉しいですね。